球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は超個性的なエピソードが多いと話題のウルトラマンタロウの草不可避のギャグ界紹介をしていこうと思います。1動画につき2話紹介しようと思っていて、第3、4弾くらいまで続くんじゃないかと誰かが言ってました。まずは第39話のウルトラ親子餅つき大作戦。作戦とは普通に楽しそうなイベントやないかいというツッコミはね、1人5回までにしてください。この回はちょうど今と同じ12月のお話なんですけど、クリスマスが終わってお正月の前の年末に大人たちがお正月の準備のためか街中いろんなところでお餅をついているんですよね。で、貧しい子供たちがお餅美味しそうだなみたいな感じで指をくわえながらガン見しているのに、はいはい子供は帰ったいくら眺めててもあげないよみたいな引くほど冷たい言葉を浴びせられているのを見た孝太郎は、その子供たちにお餅をプレゼントしようとします。さすがですね。で、お餅をついていたんですけど、月に何か黒いもやみたいなのがかかって少ししたら薄怪獣もちろんが地球にやってきます。薄なんか餅なんかどっちやねんっていうツッコミは1人8回までにしてください。そして怪獣が現れてみんな逃げろって大騒ぎになってみんな避難しているのに、何人かの子供たちはお餅を諦めきれずに食べようとしている心が痛むシーンでメンタルがやられるので注意してください。で、もちろんがうへへへへへみたいに笑いながら街中の餅という餅をむさぼり尽くして大暴れします。ざっともう出動するんですけど、出会って5秒で脱出していました。で、一旦もちろんに逃げられて夜を迎えるんですけど、その日の夜に孝太郎にだけ聞こえるピアノのメロディーが空から聞こえてきます。そのピアノを弾いていたのはなんとウルトラマンエースで、北斗と一緒にエースに変身していた強引なウルトラタッチで有名なあの月星人の南優子だったんです。あなたがウルトラマン太郎ねみたいな感じで孝太郎に話しかけてついてきてって言って誘導してくれるんですけど、その時の光景が軽くホラーでした。このワンカットだけ見たらホラーですよね。ちなみにこの時の優子はエース本編の時にも増してめちゃめちゃ美人なので要チェックです。まあそんなことは置いといて、で、優子が孝太郎にこの度はうちのもちろんがご迷惑をおかけしました。うちのもちろん？担任の先生とお母さんみたいな感じで話してますけど、どうやらもちろんって月でうさぎさんがお餅ついてるみたいな迷信が生み出した月出身の怪獣らしくて、地球のお餅を食べたくて地球にやってきたらしいです。ゆるかわいいエピソードですね。実に太郎らしくていいですよね。ルナチクスとの関係が気になるところですけど、そして2人でもちろんを説得しに行くんですけど、もちろんはもっと腹いっぱい食べるんだみたいな感じで言うことを聞かないので、仕方なく太郎に変身します。で、もちろんは相撲的な感じで力比べでの勝負を持ちかけるんですけど、太郎にかなわなくて最終火を吹いてました。反則やろ。で、太郎がもちろんを追い詰めたら、もちろんが殺すなら殺せ、でも俺を殺したら月のウサギの模様は消えてしまうぞみたいなことを言うんですけど、まあ脅しとしては弱いかな。で、その時太郎よ許してやれいみたいな感じで急にウルトラの父が登場して、太郎相手には割と悪態ついていたもちろんが、父が来たらタジタジで食べた分のお餅をついて返すことになるんですけど、その時のお餅つきのシーンがこちらです。シュールすぎません？太郎と巨大化した優子がもちろんで父に見守られながら餅をついています。これぞ太郎という面白い絵ですね。でもこれ近隣住民の騒音とかエグそうですよね。夜中ですよこれ。そして無事に餅も帰ってきて、もちろんも父と優子に連れられて無事月へ帰りましたとさ。もし今後もちろんが再登場することがあったら、半分味方みたいなポジションになりそうですね。続いては第48話怪獣ひな祭り。またなんとなくゆるそうな雰囲気が漂ってますけど、この回はある少年が2人のお姉ちゃんと一緒にひな祭りをお祝いというか無理やり付き合わされているシーンから始まります。お姉ちゃんに女の子の服を着せられてひな祭りガチ勢と化していたので、男の友達たちにめっちゃバカにされて、それでブチギレてなんと六角レンチでぶん殴ろうとします。結果逃げられて未遂に終わるんですけど、孝太郎がそれを見ていて、からかわれたのによく我慢したねって褒めてあげていたんですけど、いや本当に未遂で終わってよかったです。そうこうしているうちにお酒が大好きな酔っ払い怪獣ベロンがベロベロで現れて、
酒くれーっつって暴れ出します。この時点でなかなかカオスですよね。ザットが出動するんですけど、ドロンと消えてしまう能力を持っていて、なかなか捉えることができずに苦戦している時に、少年が川辺でたむろっているファイル星人に出会います。実はこのファイル星人がベロンの飼い主で、連れ戻すのを手伝ってほしいって少年にお願いするんですけど、荷が重すぎません？で、お酒が大好きだからお酒を飲ませまくって泥酔させて連れて帰ろうということで、少年はファイル星人たちを連れて家でお酒を作ります。この時お姉ちゃん2人はファイル星人たちにほとんど突っ込まずにお酒を作るのを手伝ってくれていて、理解力が果てしないです。で、まんまとベロンをおびき寄せてお酒を飲ますことに成功するんですけど、なぜかこの時少年とファイル星人が踊り出します。この時ウルトラマンの活動時間よりも長いくらい少年たちのダンスを見せられるんですけど、途中で孝太郎も参加しています。しかもベロンも一緒に踊っています。カオスです。皆さんはお酒を飲んだ時はくれぐれも激しい運動は控えてくださいね。酔いが回りますから。そしてザットも協力してお酒をさらに追加してじゃんじゃん飲ませるんですけど、酔いすぎて逆に暴れ出してしまいます。もうめちゃくちゃですね。そして太郎に変身して最初は普通に戦うんですけど、ベロベロのベロンに太郎は呆れてしまっています。で、ベロンの機嫌を取ろうと太郎も謎の踊りを踊るんですけど、なぜかベロンにキレられていました。振り付けが間違ってたんですかね。で、最終的に太郎が出したのがこちら、水入りのバケツです。なんじゃそりゃ、天才的な展開ですよね。この水をぶっかけてベロンの酔いを覚まして、見事ベロンとファイル星人を送り出すことに成功しましたとさ。ということなんですけど、本当に太郎もザットも真剣に面白いことをする天才ですよね。ふざけてるわけじゃないってのがすごいです。はい、ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。